こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は以前から厚生労働省で行っております助成金の一つではありますけれど、人材確保等支援助成金のご紹介をしていきたいと思います。最近はですね、人手不足ということで魅力ある職場を作っていきましょう、多様な働き方ができる職場を作っていきましょうというようなことが、提唱されておりますけれど、何かをしたいという目的ある会社さんにとってはいいんですけれど、人材確保定着のためにですね、魅力ある職場を作るには何をしていったらいいのだろうかというのがわからない会社も多いのではないでしょうか。そういう会社はですね、ぜひこういった助成金を使ってほしいと思います。これらの助成金、いくつかコースがありますけれど、そのコースに従って実現をしていくと、その結果人材の確保定着ができる組織が作っていけるといったものになります。今回ですね、ご紹介をする人材確保支援助成金については全部で8コースあるんですけれど、一部は該当をしない会社もありますけれど、今回はですね8コースもありますので、各コースの概略のみを紹介をしていこうと思います。それぞれのコースの詳細はまた別の動画でご紹介をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、最近はですね、人材確保定着のために魅力のある職場を作っていきましょうというふうに言われておりますけれど、そもそも魅力のある職場とはどういった職場なのかについてですね、ご自身の会社で考える魅力のある職場というのと、求職者が考える魅力ある職場、ギャップがあるかどうかもまず確認をしてほしいと思います。そういった上で今どういった職場が求められているのかについて見ていった上で、今回ご紹介をする人材確保等支援助成金、これはどういったものなのか、コースがいくつかありますので、その全体像と各コースのポイントについて解説をして、最後に注意点とまとめという形になります。まず最初に、魅力ある職場とは何かというところですけれど、求職者に対するアンケートを実施をした結果出てきた、回答内容になりますけれど、男性と女性で少し、一番トップに上がってくる内容が違ってくるんですけれど、男性の場合だと上下関係、人間関係がいい会社が魅力ある職場というふうに考えている。また女性においては年次有給休暇、年休の取りやすい会社が魅力のある職場と考えているという方が多いようです。全体総じて見てみますと、社風、人間関係の良さというのを重視している方が 38.1%、 そして成長機会の多さを挙げているのが 35.2%、 そして勤怠管理がしっかりしているというのが 25.1% という形で、こういったところをですね、まず自社の状況と照らし合わせてみてほしいと思います。そして具体的にどういったことなのかといいますと、雇用管理に関して言いますと、採用の管理ですとか配置の管理、昇進昇格、評価制度などが適切に行われているかどうか、そして働きやすい職場環境であることということで、オフィス環境の整備やコミュニケーションの仕組みを見直してほしいと思います。そして適度なワークバランスということで、最近はですね、両立支援といったところが非常に重視をされておりますけれど、就業時間、残業、休日、給与、そして働き方の選択肢などですね、自社の就業状況と照らし合わせてマッチしているかどうかというのを検討してほしいと思います。こういった仕組みに関しましては、助成金を使って実現はできますけれど、やはり一番最終的に重要なのは人間関係というところになってきます。人間関係に関しましてはですね、やはり人と人との問題になってきます。そこで重要なのがハラスメントといった問題になってきておりますので、こういったハラスメントですね、こういった部分の人間的な部分の研修というのも非常に重要になってくると思ってください。そして今回紹介をする人材確保等支援助成金ですけれど、こちらはですね、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主に対して助成をするものとなってきております。
そしてこの魅力ある職場づくりを実現することによって人材の確保、定着を図ることを目的としているというものになりますので、全部で8コースありますので、こういった中で取り組みやすいものを選んでいただいて取り組むことで魅力ある職場づくりというところに一歩近づいていく、その結果人材確保や定着に寄与していくというふうに考えてもらえればと思います。そしてこのコースですけれど、全部で8コースですけれど、まずは雇用管理制度助成コースというのがあります。こちらはですね、現在計画の受付を休止をしているのでお休みという形になります。そして中小企業団体助成コースですけれど、これは中小企業団体が行っていくものになっていますので、企業単独で申請できるものではないと。また人材評価改善等助成コースですけれど、こちらは以前お休みをしていたんですけれど、令和6年、2024年度から受付を再開をしております。また、建設キャリアアップシステムと普及促進コースの D のコースと、あとはですね、作業員の宿舎等設置助成コース、こちらは、建設関係、あとはですね、E の若者女性に魅力ある職場づくり事業コース、こちらも建設関係という形なので D、E、F に関しては建設関係が多いのかなというふうに思います。また最近はですね、外国人労働者の方が多いということもありますので、作業マニュアルですとか就業規則といったところの部分ですね、多言語化というのも必要になってきているかと思います。そういった場合はですね、外国人労働者就労環境整備助成コースというのがあるので使ってほしいと思います。そしてH として8個目としてテレワークコースという形になっております。今回全部をご紹介することはできませんので、各コースのポイントについて解説をしていきたいと思います。まずは C に挙げられております今年度から受付を再開をしている人事評価改善等助成コースですけれど、こちらは最大助成額が80万円という形になっておりまして、生産性向上のための人事評価制度を導入をして人材不足を解消していくというものになっております。このコース申請するにあたっては人事評価制度等の整備計画というのをお届けしなければいけないという形になっております。生産性向上を図っていきたいと思っているけれど、どうしたらいいか悩んでいる会社はですね、こちらのコースを申請してもらえるといいかと思います。また B のコースですけれど、中小企業団体助成コース、こちらはですね、団体の規模に応じて金額が変わってきますけれど、最大600万円から1000万円という形で非常に大型になっておりますけれど、企業単体で申し込めるものではなく、主にですね、いわゆる事業協同組合、多くの場合はですね、管理団体さん、外国人の雇用の技能実習をやっている管理団体さんなんかで使うのがいいのかと思いますけれど、そういった事業協同組合が傘下の企業への研修の実施、そういった労働環境の向上に対して助成をするものとなっておりまして、改善計画というのを作って提出する必要があります。また建設分野においてはですね、 E の若者及び女性に魅力ある職場づくり事業コースというのがありまして、こちらはですね、建設業においては高齢化というのが非常に深刻な問題になっておりますので、建設業等における若者の雇用、女性の雇用、そういったところを促進をするためにですね、見学会を実施をしていく、内定者への教育研修、そして雇用管理研修、そういったところを実施する場合にはこのコースが当てはまるかと思います。また外国人の労働者の方が増えてきて、今はですね200万人を超えたという状況になっておりますので、やはり多少なりとも日本語が喋れるかもしれませんけれども、なかなかまだ読むのは難しいという方も多いのではないでしょうか。そういった方への教育のマニュアルですね、そういったものを多言語化をしていく。また就業規則、周知が必要ですけれど、労働者の中には外国人の方もいらっしゃるということで、就業規則を多言語化をしていく、そういったところのですね、就業規則の多言語化、社内マニュアルの整備に関しては、外国人労働者就労環境整備助成コースを使ってもらえれば、最大で72万円の助成が受けれるという形になっております。
またテレワークに関しましても多様な働き方の一つということで、今後ですね、法改正によって育児介護を行う育児を行う女性等に関してはですね、多様な働き方というのが義務化されていくと、その中の一つがテレワークの導入といった形になりますので、ますますテレワークの実施義務化というのが促進をしていくという形になっております。そしてですね、今回このテレワークコースに関しましては、2024年令和6年度から導入済みの会社でも OK で、適用拡大する場合も対象になっていくという形になっております。また女性の対象の拡大だとか、あとは機器等の導入女性率というのがですね、30% から 50% に引き上げをされておりますので、もっとテレワークを充実させたい、拡大させたいという会社はですね、この女性コースを使ってもらえればと思います。最後に注意点とまとめになりますけれど、やはりですね、就業環境の整備だけではなく、より良い人間関係を構築するための施策も講じてほしいと思います。2021年のデータになりますけれど、ハラスメントによる離職というのがもう87万人いるというふうに言われております。そしてそのうちの 82.4% は会社側から何ら対応がなかったという形になっておりますので、やはりですね、ハラスメントに離職、労働市場の流動化が進んできますので、何かしらハラスメント等があった場合に会社が対応しない場合は、従業員の方はもう定着せずにすぐに離職をしてしまうというケースが出てきております。特にですね、宿泊業、飲食サービス業は、ハラスメントに離職が多いということになっておりますので、そういったところですね、人間関係の改善も考えた対策も打ってほしいと思います。こういった助成金を活用して魅力ある職場を構築していて、人材の採用ですとか定着向上に寄与してほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。